ところの流れがすごいので、なるべく飛び出さない。ゼロにはしない。ここは手前からちょっとずつアプローチしながらアクセルの方向ですね。なんだけど、一応はパズとなってパズルを例えばスイングあって言って戻すところが結構次のコーナーに合わせて車速は合わせるっていうのをしないと全部同じコーナーこう曲がって絶対流れってなって急ハンドルするそう全部一緒のコーナーってどういうこと考えてるかすごいのがいいのかな感じるかもしれないけど、ただコーナーを考えながら、この辺でスピードを極端に調整してる。調整してるけど、次のコーナー、この直後から曲がれないので、加速を合わせて、操作してる。だいぶ感じる。アクセルのそっちの調整とハンドルの動作
れぐらいで出てほしいから一番楽になります。普段これが走ったんだ。荷重の流れが途切れたとか、そういうのもちゃんと教えてあげる。スピード速すぎる、遅すぎる。全部ちょっと言っていこうかなと。そうですね。こっちもちょっと速すぎるから、曲がれる、ちょっと自分で曲がれる自信がある速度で最初は走っている。普通はもうほどだから全てをゆっくり走るっていうことを練習するのではなくて、コントロールできるスピードを自分で知るっていうことが大事なので、直線はコントロールできるから別にスピード上げていいわけですよね。でも上げた場合に次のコーナーが曲がれるスピードに自分でちゃんとコントロールできるところまで減速ができないと曲がれないので、ゆっくり走るから安全運転っていうわけじゃないでしょ。難しい。さっきよりスピードが高いから流れが途切れます。会話がその空転を、進める体勢がします。まず物理の法則との、慣性の法則と摩擦の法則2つをまず説明 先にしましょうか。それは多分みんなイメージがあるはずなんで、どこから説明するの？慣性の法則、今やってましたよね。物体が止まっているものは止まろうと止まり続けようとする。動いているものは動き続けようとする。同じ方向に同じスピードで進み続けようとする。これ多分理科の、ね、物理じゃなくて理科ですよね。止まっているものを動かすためにはまずタイヤの摩擦そこの摩擦の原理、その摩擦があるからと一体が止まろう、重さに対して摩擦が弱いと車はこの重量があるのは
前に摩擦が重さに対しての摩擦が弱い。摩擦が弱いからタイヤは声が小さい。だんだん自信がなくなってきました秒ごとに自信がなくなる。もう見え見えですよ。もう心が見え見えです。もうすごいなんか変な汗が出てきた。だから同摩擦と正摩擦。あだからタイヤの回転一番グリップが高い状態ってどういう状態かですよね。正摩擦ですよね。止まってるところ、要はひっついてる状態からずらそうって言った時の方が一番高い。そうよね。ちょっとずれてる状態で、の時の摩擦よりも止まって引っかかるっていうか、まあ、動き始め、ここが一番グリップが高いわけですよ。はい、次からのどうぞ。難しいよね。絶対難しいよね。だから止まってる物体は止まり続けようとシャーシはしてるわけです。でそれを動かそうっていう時が一番大変なわけじゃないですか。でもタイヤは一番美味しいところから始まるっていうことです。それをどう使うと一番効率的に次につなげていけるか。だからとどまり続けようとしているシャーシの完成重量が動き始めてくれさえすれば動き続けようとしてくれるわけだから、まずはその状態を一番タイヤがグリップがある状態の時に作ってあげるっていうことができるかできないかが重要っていうことですよね。でだから正摩擦もやっぱりその一瞬しか使わないのか、正摩擦から同摩擦になっていく、まあ、グラフでいうと最初止まってる時は一番グリップ高くて、で当然動かそうと思ったら少しずつ滑り始めるんだけどね、物体はシャーシは止まり続けようとしてるのを動かそうとしてるから、それを急激に同摩擦、この比率が大きくなると一瞬しかグリップが美味しいとか使えない状態になる。そうすると物体は動き始めないから、そのまんまじゃあ滑ってる状態のまんま動いてないものを押そうとしたら、要は氷の上で何かを押そうとした時に最初から足をバタバタバタって動かすのか、ググググバタ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 って動かしていくのかっていうスタートがまず。難しいですね。やっぱりそこ多分説明できてないってことは完全に理解はできてない。そうです。先に説明を先に行こうとしてしまってるので。ドリフトでしとるときにレブで加速していくか、このトルクの立ち上がってくるところで加速するかの加速させ方があるじゃない。だからそんなイメージ、吹き切って加速するんじゃなくて、ググググって回転をそうだね。だから同摩擦の美味しいところの回転を使いながら、でもなんでじゃあ滑らない方が摩擦係数高いわけじゃん。じゃあなんで滑らせるのかっていうのがその次につながる。でそこはまだその前のだな。まだ用意どんどんブン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 ってクラッチつないだ瞬間のところで考えないといけないことが今の課題なんです。今では分かって言葉って出ない。言葉に出せるようにならんと、説明はでだから難しく考えていってしまうと説明も難しくなってしまうので、いかに単純なところのポイントをしっかり説明ができるか。
でも今の説明のところは理解できたよね。止まってるものを動かそうと思ったら一番タイヤが美味しいところで最初が一番美味しいからそこが一番重要。要は氷の上でなんか重いものを押すにしても一回体重をドンってかけて動き始めたのを押していくのか、体重を最初からちょっとかけた状態で一生懸命足の力で押そうとするのかでは、やっぱり一旦ドン、止まってるものにドンって体当たりして動き始めようっていう状態を作ってから押していった方が進みやすい。車とか押す時もそうよね、じわーってこうグーって引っ張るよりはやっぱり最初のグッて動かし始めてから転がり始めたのを押していった方が、あれが要はその慣性の法則と摩擦の法則を使って、で体だったら体重でドンっていけるんだけどタイヤはそれができないんだ、車はそれができないので、そのドンっていったところの部分をその正摩擦の一番美味しいところでどうやって車体を動かす、車体に伝えるか、押し出すための準備をそこで使えるかですね。だからじわーって入れるとじわーって押してる状態になるから、やっぱ最初はちょっとはグッて入れ、一番美味しいところをグッと入れてやる。そうすると車はまだ動き始めてないんだけど動き始めようとするわけよね、でそこに足回りとかがあるから、バネがちょっと縮んだりとかっていうのも出てくるんだけど、まずはこの 1.5 キロのラジコンの車体の完成の止まり続けようとするものを動き始めようとすることを最初にしないんだよ。でそれをすることによって車に何が起こるか。はいどうぞ。ずっときちんとどこで来るんだろうはいどうぞ。そこで面白いことがまた車には起こるわけです。こいつは動こうとする。止まろうとする。動こうとすると重量があるんですよ。重量なんですよ。重量でも質量でも動こうってするのに抵抗がかかって重量ってそういう点でじゃあ下がろうとで下がろうとするところがちょっと待ってくださいね多分すごい俺考えすぎてるんだと思う。すごい考えすぎる押そうとしてる力が加わってるところに向かって、押そうとしてるものの質量は全てそこに向かってまずかかろうとするわけで、例えばエンジンにしても何にしても押そうとしてる足と地面がついてるところに一旦全てが方向的にかかるわけね。だからフロントが上に上がるっていうのはあくまでもその後なの。わかる？動こう止まり続けようとしてるわけだから、そう止まり続けようとしてるもののエンジンだったり、ラジコンだったらバルクだったりモーターだったりバッテリーだったりのここにある質量がタイヤと地面についてるところに一旦全部かかろうとする。でその位置の関係上ある一定のバランスを超えるとどんどんこっちに潰れて行くわけにはいかないので、タイヤは前に行こうとしてる、物体はそこに止まり続けてタイヤに向かって慣性がかかっていく。でも硬いからだから柔らかかったら多分全部こっちぐちゃぐちゃってなると思うんだけど、硬いからやっぱどこかしらに逃げないといけない。逃げようとした力の結果フロントが上に上がってリアが下に下がっていくっていう、バイクで考えるとそのウィリーをさせようと思った時に一旦アクセルを入れた状態からタイヤに全部乗ってリアタイヤのグリップが感じれたところでアクセルを入れながらフロントをこう引き上げる、あるいは上に上げるんじゃなくて引き上げるでしょ。
でその引き上げるときに後ろのタイヤに信頼がなかったら上げれないね。なんで上がってるかって言ったら、そこに全ての人間の体重にしろバイクの重みにしろがそこの点に向かって一旦行くから、でタイヤの一番美味しいところを使ってれば当然そこにかかるっていうことは押さえつける力が出るからグリップも上がる。その状態から引き上げると余裕がある状態でコントロールができながら上げる角度を調整できるんだけど、ただ上に引っ張り上げようとしても上がんない。上がんないか、バランスタイミングが悪かったらひっくり返る、でそれはそこの物理の法則的なものが理解できてないと、引き上げればウィリーするって思ってしまう人は結局うまくいかないっていうのと同じような感じかなと思うんですけど、どうでしょう。そうですね。それをもう一回説明してください。そうですねの声は大きかったですね。あとでもいいですか。言葉ってやっぱり難しいなってやっぱりこの前の説明しようと思って4分ほど4輪シルク押さえつける。そうなんです。お先失礼しあ、ます。お疲れ様でした。お疲れ様です。 4分はちょっと考える。でも4分は実際に4分フロントがFF でもフロントがそれはなぜ止まり続けようとしてるのだから FR みたいには上がらないよね。写真で見ればちょっちょっと上がるのは当然上がるよね。そこに止まり続けようとしてるものが、とそういうそ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 うだからこっちだから FR だから FR がこう押さえつけて進むときに上がるけど、あっちは単純にフロントが押さえつけてるから上がる、そう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 車軸よりも重心が低い FF だったらそんなにフロント上がらないんじゃない。低いと思います。車軸より重心が低いと上がらない。 FF だったらね、車軸よりも重心が上にあるから FF の方なの。軸より下にあるから後ろは沈むんですよ。下につくように子供が前でも前でも後ろは止まろうとする。あとは塔がどうなってるかでも違うね。FF 塔アウトか塔インでも違うね。巻き込むか塔アウトだったら伸びようとする。こうだったらまあ少しクラブシャフトの角度に対してそれは FF は FR とはまた違う理屈でそういう姿勢ができたりとかする。宮本さんが固まってる。2人教えてくださいって2人そこで待ってるのに。FF の場合ってなるとずっと背中しか見てないいやもう小さい声で喋ってる宮本さんを背中からずっと見てるだけ。難しいと思いました。
結局そのものが動いてそうですね、摩擦と慣性の法則ですよね。重量ですかね、やっぱり。だから実際そのタイヤと地面の設置してるところってさっき言ったんですけど、実際はドライブシャフトの軸、になるんですよね。ただ摩擦が関係しているのはタイヤと地面の設置しているところの摩擦がどうなってるかっていうので変わってくるので、タイヤと地面の設置しているところをっていう話し方をしてるんですけど、実際にはそこで発生した摩擦によって車軸のドライブシャフトのその軸に対してかかるので、だから人間は車を押すとしたら手で押すんだったら足と地面がついてるところじゃなくて手でどこを押すかっていう視点そうですね。になるんですよね。視点に対して質量がどうかかるかによって変わってくるんです。それプラスの摩擦で、車がどう動かする、そうですね。向きの角度が変わってくる。まだ動いてないですよ。まだ動いてないまだ動いてないです。でもそれが一番最初の姿勢、一番美味しいところを作るか出だしのところに説明がつながる。結局一回押すっていうのと、それをギュッて入れるっていう摩擦が出る状況で、まだその質量がかかるというのは、自然なあまんちゃんが声が小さくて聞こえないっていう。難しいですよ。難しいですよね、今日。声はぐらいのラインまで声は大きく出してもいいような気がするんですけど。自信がなくなるとすぐちっちゃくなるんで。大丈夫さ、合ってるんで自信持ってください。自信持ってください。っていう、一番美味しいところを使ってってなると、ステオで下がると、そのまま一定でアクセルを入れると、今度は車を動こうってスイングしていくので、タイヤの摩擦が抵抗、摩擦係数が下がってくると、車って重量が下がってることが戻ろうとする。スプリングの反発が前に進み始めると、車が元の姿勢に戻ろうその戻ろうっていうのを、その状態を維持するためのタイヤの摩擦の美味しいところっていうのをその後に下げていく。起きない。それを使うのがその摩擦を滑り出したところを探る。難しい。戻ろうっていうのを抑えていかんけ。いやずっと一定だったら結局その一定で進んで姿勢は戻っていく。その戻らないようにするためにかけ続ける。続けるのだし、タイヤの摩擦を下げる。今最初の質のドンっていうのを作ろうと思ったら、ある程度その一番美味しいところって摩擦がなくなるところまでは美味しいので、一旦滑るところまでは回転を使わないといけないんですよね。だからググッシュッって
だからチャ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 みたいな石ころがタッ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 と飛んでくるぐらいは空転するはずで、そこでやっと車が進もうという状態になってくれた後の話ですね。そのまんまチャ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 ってなったらさーってしとくと姿勢が戻っていく。でフロント全体が要はタイヤと地面の設置しているところにせっかく荷重がその方向にグッてかかって押さえつけてる状態が抜けていってしまう。だから抜けないように一回タイヤの摩擦を回復させてやって、落としてた回転をちょっと落としてグリップ感を感じる。ただこれが完全にグリップまで戻してしまうと結局その押してる状態が一回足をバタバタさせてる状態からピタッて止まったらその時点で車ピトッて戻っちゃうんですよ。だから回転滑ってる状態一旦滑ったんだけどそこからグリップに戻らないぐらいのところまででやってあげないと姿勢が戻るということなんですよ。だから基本的にタイヤはちょっと滑る状態までのところが、滑るか滑らないかの滑らない方のグリップよりも荷重が乗った状態でちょっと滑ってた方が車進むのは分かるイメージで、限界をちょっと超えたところの方がタイヤグリップ高いので、そこを使ってあげるための戻し方っていうのをしてあげて、そこの美味しいところをずっと使ってあげると一旦タイヤにかかった荷重が押さえつける力がある姿勢のまんまでずっと加速していくっていうことが大事だから一定でじわーって入れていけば、それなりに進むし、逆に無駄書きも適度な無駄書きだったら進むんだけど、一番美味しいところをタイヤのグリップだけじゃなくて荷重だけじゃなくてそのどっちもをちゃんと使って車を進めてあげる。それをやることによって姿勢をコントロールするアクセルワークをしてるはずだから、次また踏む時もこのくらい踏んでも車暴れないなとかっていうのが分かるわけですよ。それがグリップに戻してしまってそろそろってアクセルを増やしていくといざここからドリフトしないといけないと思った時にどんくらいもう踏むしかないよねっていうアクセルしかできなくなるので、どんくらい車がそこから動き出すかっていうのは予想つかないけど、姿勢をコントロールするためにアクセルをコントロールして加速させてれば流したいと思ったところから次どんくらい流れるかっていうイメージがしやすいっていう感じですかね、先生。ですでも逆にそうやってこう今話したので逆にそのヤン君が聞いとってこういう言い方の方が分かりやすいかもとかっていうのがあればそういうのを取り入れていったりとかすればいいのかな。でそれがね隊長がね映画上手にやっぱやってるわけよ、スーパースローで撮るとチャッチャッってなって車がググってなってねその状態で加速していくからやってなってこう一瞬こうなってからのゆっくりなっていくやつ。そうだから、実写でもそのなんだろうローンチスタートもそうなるためにエンジンババババババって回転上げとってそれじゃないんだったらもうトラクションコントロールだけで本当にいいはずなのに最大限の加速をさせようと思った時にはそういうことが必要なんです。タイヤのグリップだけを探っていくんじゃなくて荷重移動も考えてそれを使った加速をしていくっていうことでもそれが結局はドリフトしてたりとかグリップで走ってたりして、動いてるんだけどグリップしてる状態からの姿勢を作って加速させるとかっていうのは基本的に一緒だと思うので、まずは止まってるところからそこをしっかり感じてコントロールできるようになることがすごい重要なのかなって
まあお手本はできないけどでこれ面白いのが、これあなんちゃんやったんだっけ、姿勢を作ってからスタートするのと、ああいや今これしてこの姿勢からしかしない、そうそう、その姿勢からするのと、まっすぐな状態からスタートするのでは全然違うんですね。でこれを結局ドリフトでもいつも着地着地って言ってるんでしょ。あの時にここがちゃんと分かってないと、分かってるか分かってないかで、その着地した後の姿勢をちゃんと作りながらのアクセルワークで車を曲げていくっていうことができないので。それでもすごい注目っていうのを今から宮本先生が教えてやらせてしっかり勉強するといいと思います。